今日は僕が毎朝行っているフクロモモンガの朝のルーティン掃除について紹介します。まずケージ内の備品などを取り出していきます。その際に餌をどれくらい食べているかもチェックしたりします。こんな感じでどんどんカゴの中のものを取り出していきます。そしてフクロモモンガが寝ている寝床のところに餌のカスや糞などがついてないかを確かめて、またそれを取り除いたら元に戻します。ここも餌とか糞とかがないかをチェックして掃除しています。で、フクロモモンガがよく寝ている寝床がヘアキャップのこの中になるんですけど、毎朝フクロモモンガを取り出して健康状態をチェックしています。毛並みの様子とか毛の色の様子、あとは肛門付近の様子とか、各部位をいろいろチェックしておかしなところがないかをチェックしていきます。そして持った感じとかを見て、その体重の減り具合とか体重が極端に減ってないかなっていうのも見てたりはします。毎日触れているので僕の場合は体重がどれくらいか分かってるんですけど、もし分からない場合は体重計とかで測ってみてもいいかもしれません。ちょっと朝なんでこんな感じでケージの中に戻ろうとしています。で、これは別の日に撮影したものですが、もう朝になると分かってるのか、黒とかは顔を出してこんな感じで待ち構えてたりします。ただちょっとやっぱり朝なんでどうしても部屋に戻りたいのか、急いで部屋の方に戻ってきます。この時のシロはちょっとまだ寝ぼけてるのか、手の上でおとなしくしてるんですけど、やっぱりケージの中に戻りたいみたいで、ケージの中にすぐ戻っていきます。おとなしいです。で、それでその間に寝床であるヘアキャップの中に餌のカスとか糞があったら取り除いて、で、中に新しいタオルを入れる準備をするんですが、その間黒と白にはケージの中でちょっと待ち構えててもらいます。で、こんな感じで中に入っているタオルを取り出して、新しいタオルをヘアキャップの中に入れます。そして元の場所に戻して寝床は完成です。今ちょっと白がヘアキャップの中に急いで戻ってまた寝る感じです。で、こんな感じで朝のルーティンを進めていきます。で、これは別の日に撮影したもので、もし取り出した時に体重がちょっと軽かったり、あとは餌の食べ具合がいつもより少ない場合はこの後餌をあげるんですけど、ちょっとその様子を撮影しました。まずはちょっとこんな感じで、まず健康状態をチェックして、毛の色とか傷がついてないかとか肛門付近の様子とか、それを毎日チェックしています。いつもと何か違って異変がある場合はすぐに獣医さんとかに相談してみるといいと思います。やっぱり朝だとどんどんちょっとケージの中に戻りたいんですぐ戻ってしまいますが、ちょっと大事なんで毎日こんな感じでちゃんと観察する時間は設けてます。どうしても夜だと逃げ回ってしまうんで、朝のこの時間、寝ぼけてる時間に観察します。で、この後先ほど伝えた、もしその餌の食べ具合が食いつき具合が良くなかった場合は、別途今見せたこのフクロモモンガフードを今から与えます。これに関しては特にこの黒と白がとても大好物な餌で、たまにしか与えてないんですけど、もし
他の餌を食べなくなった時用に臨時で与えてる餌になります。黒今から与えるんですけど、こんな感じでどんどん食べに来ます。ちょっと黒は今ちょっと寝起きだからちょっと食いつきが悪いんですけど、今頑張ってちょっとずつ目が覚めて食べようとしているところです。しばらく食べている様子をご覧ください。こんな感じで餌を食べます。で、これは補足ですけど、うちの白と黒は両方ともオスなので、おでこの部分がちょっとハゲてると思うんですが、これはオスの特徴なんで、決して傷がついてるとかではなくて、オスの場合おでこの部分がこんな感じでハゲたりするのが特徴です。メスの場合はこんなにハゲることはないです。寝起きなんでやっぱり黒はちょっと食いつきが悪いですけど、いつもは割と黒の方がよく食べているんで、特に今回は心配していないです。白はこの餌が大好物なので、どんどん食べている様子がわかると思います。しばらく餌を食べている様子を観察してみてください。で、こんな感じで毎朝のルーティンを行っています。だいたいこの朝のルーティンを行う時間帯は、朝6時から朝10時、ちょっと日によってバラバラなんですけど、そこら辺はちょっとあまり気にせずやっています。そして水も毎日交換しています。ボトルの中の水を交換して新しい水を入れて、また新しい水を入れました。で、それでまた設置して、でここが大事なんですけど、ちゃんと水が出るかどうかをしっかり確認します。脱水症状になると困るので、しっかり水が出ているかを確認しています。そして先ほど取り出した備品をこんな風に洗います。毎日こんな感じで洗います。水洗いをします。慣れてきたらこの朝のルーティン自体はだいたい10分ぐらいで終わります。今はちょっと撮影しながらやってるので時間がかかっちゃってますが、慣れてきたら10分以内ぐらいで終わります。で、こんな感じでどんどんフクロモモンガのアイテムを洗っていきます。で、今洗っているものはフクロモモンガの爪研ぎ用の棒になってます。で、他に写っている備品などはフクロモモンガが遊ぶおもちゃだったりします。これは爪研ぎ用の棒になります。これは餌を入れる用のお皿になっています。で、これは餌を置くためのカゴになってて、これは遊ぶ用のフクロモモンガが遊ぶ用のかじり用のグッズになっています。これも遊ぶ用のグッズです。で、こんな感じで軽く汚れてる部分を歯ブラシとかで取ってきれいにします。で、だいたいいつもは水洗いで終わりにするんですけど、だいたい2週間に1回ぐらい、だいたい月に 1,2 回ぐらい熱湯消毒をします。今、鍋に水を入れてます。で、その後これをお湯、火にかけてお湯にして、でそのお湯を先ほどの備品にかけます。そうすることによって熱湯消毒をします。で、ここでなんですけど、フクロモモンガが直接触れるものなんで、洗剤とかで洗ったりは一切しません。なのでちょっと気になる場合は
までも熱湯消毒、お湯で消毒する感じにしています。こんな感じでお湯をかけます。それで、先ほど洗ったものを普通のタオルでこんな感じで拭いていきます。で、あまり濡れっぱなしにすると、その袋モモンガをくれた時に、袋モモンガは湿気に弱すぎるので、あまり濡れた状態にするの良くないので、しっかりと拭いてあげます。袋モモンガが濡れないように、しっかりとこんな感じで洗ったものをタオルで拭きます。僕が使っている今回動画にした、備品とかアイテムとかはどこで買ってるのかとかは概要欄に書いてますので、興味ある方は概要欄もチェックしてみてください。意外と100均で買えるグッズも多かったりはするので、100均でいろいろ探してみても面白いと思います。で、かじる素材のやつとかはちょっと赤ちゃんがかじっても大丈夫のような特殊な素材を用いたものを使っているので、それがどこに売ってるかも概要欄に記しているので、興味ある方は見てみてください。で、こんな感じで洗ったものをきれいに拭き終わりました。終わったら次に餌を入れます。で、いつも餌は今から入れる固形フードと、あと野菜とか果物とかをミキサーにかけて混ぜたペーストフード、液体状のペーストフードっていうのをあげてます。ただ普段常時常に置いてるのはこの固形フードのみになります。で、ペーストフードの方は毎日夜に1回与えてます。今はちょっと朝のルーティンということで、この固形フードを補充しています。で、固形フードも知ってるとまずいんで、しっかりとジップロックの封を閉めます。これ湿気ちゃうと袋ももが食べなくなっちゃうんで、湿気ないようにしています。で、先ほど洗った備品をケージの中にどんどん戻していきます。ケージ内にこんな感じで元にアイテムとかを戻した後、この後、温度とか湿度をチェックして、この時期、冬の時期乾燥しやすいので、加湿器も使っています。で、こんな感じで終了して、温度湿度を管理して、で、ちょっと湿度が足りないので加湿器もちょっと使っています。以上が僕が毎朝袋モモンガに行っている毎朝の朝のルーティンになります。もし袋モモンガに関することで気になることなどがありましたら、以下に自由にコメントしてもらえると嬉しいです。それと、もしよければ僕のチャンネル登録と、あとベルマーク登録もお願いします。そのやり方に関しては、これは僕の袋モモンガの YouTube チャンネルですが、今注目している部分のチャンネル登録ボタンをまずクリックして押してもらうと、こんな感じの表示になります。で、そのボタンの右端部分の矢印の部分をクリックしてもらうと、このような表示がされるので、すべての部分をクリックしてもらうと、この、ベルマークの部分が白から黒に変わったと思います。こんな感じでチャンネル登録とベルマーク通知登録をぜひよろしくお願いします。